おはようございます。メジャークラフトの広瀬マンです。今回はねこの足場のいい防波堤から、ショアジギングを楽しみに来ました。でショアジギングといえばねどうしても体力勝負っていうようなねイメージ持たれている方多いと思いますけれども、僕がやるのは比較的、ライトな、いわゆるライトショアジギングですね。でライトでもね、狙える魚は青物で、今だったらねここはメジロとか、サワラ、サゴシで、あとはサバかな、いろんな魚が狙えると思いますんで、狙える魚はもう全部釣っちゃいたいなと思いますので、ぜひご覧になってください。あそこに木が流れているのが分かると思いますけど、でここからずっと足元からずっと潮目が入っていってる感じです。潮目についてる魚がいないか、ジグパラのイワシ系のカラーですね。で、これはゼブラグローイワシですね。ちょっとねまだ暗いんで、そのグロー系のやつでやってみたいなと思います。で、潮目について浮いてる魚もね結構いてるんで、まずは表層から着水と同時にリトリーブちょっとスイッチ入れてやるような感じ。もうねただ巻きでも結構しっかり泳いでくれるんで、しゃくり方がねわからないなっていうような人だったらただ巻きで使っていただいても結構です。でたまにこうちょっとひらひらっとジャーク入れてやるような感じ。表層からですね。まずはで一通り表層のチェックが終わったので、ここからボトム取ってスタンダードなショアジギングを展開していこうと思います。結構深いです。完全にねもうフリーにしちゃうとボトムが分からなくなるんで、ちょっとこう手を添えてサミングしながらラインを送り込むような感じでボトムまで着底させます。着底、で中層まで上げたら再びボトムまで着底させます。1回のキャストでねだいたいこのセットが4セット5セットぐらいできるんじゃないかなと思いますね。鳩に限らずショアジギングでね飛距離を出す秘訣なんですけれども、だいたいねたらし、僕はこの辺ですね、リールとこの一番下のガイドの間ぐらいで、このね長いたらしをこう後ろに振りこのようにこうぐるっとやって投げます。で通常ねシーバスとかエギングの場合だったらこう目標があってシュッと投げますけれども、こういう投げ方じゃないです。こういう投げ方は正確にアキュラシーを高めて投げるということはできますけれども、飛距離はあんまり出ません。で、どこどこに落とすっていうんじゃなくて、遠くに飛ばす場合はたらしを長めに取ってもらって、必ず後ろ確認して後ろに振り子のようにやって前に、ね、押し倒すような感じ、一般的にはペンデュラムキャストっていうふうに言われてますけれども、そうやって、投げてもらうとあんまりね力を必要としません。この振り子でね遠心力で投げるような感じで、なおかつ、竿の反発力を生かすような感じのキャストをしてもらうと、一投ごとにねもう力任せにこう腕力で投げるっていうのはやはりね非常に疲れますので、極力遠心力を利用して投げるようにしてみてください。で今風はね僕今フォローで受けてます。背中からでこういった背中から受ける風を利用するっていうのも一つのテクニックです。で着底したらワンピッチっていうんですけどね、1回巻いて1回しゃくる。
このワンピッチが基本になります。で、当たった。ワンピッチでやってるとこうやって魚も釣れちゃうんですけれども、非常にね、速い動きじゃなくてもいいです。今みたいにゆっくりしたワンピッチでもこうやってね魚降ってきますんで、でなおかつ竿をねあんまりこうブラブラさせない、同じような感じの振り幅でワンピッチでねやってもらえると安定してずっとしゃくれるんで、ここぞっていう時はねもっとこう速い動きを入れてみたりとかコンビネーション入れてみたりとかしますけれども、今みたいにね何のナブラもないとか反応がないっていう時は一定のリズムのねワンピッチでしゃくってもらえると十分魚もこうやって釣れますんで。で一つ楽にしゃくる秘訣というのがありますんで、それはまたちょっとこの後ご紹介します。今ほらそこベイト、ずっとベイトが水面を雨のようにねピシャピシャやってるの分かると思うんですけれども、ベイトの群れが今この辺り近づいてきてるんで、そういうベイトのタイミングで魚の活性は一気に上がりますね。これもエソかな。エソですね。ちっちゃな5センチぐらいの二口イワシかな。いい感じのベイトですけどね。魚だな。そうですね。アジか、アジ。大きなアジ。よいしょ。アジでしたね。アジもね結構ジグで釣れるんですよね。でジグで釣れるアジはサイズがいい。今のもね楽々尺オーバー。今のアジもねリアの方に張りかかってたんですけれども、でホールなんですね。ホールでかかってる。やっぱああいうホールでよく当たる魚はリアフックつけてる方がフッキング率はかなり上がりますね。どうしてもね青物狙いの場合リアフック外した方が、ジグの動きも良くなるし根がかりのロストも少なくなるんですけれども、ホールの当たりをねしっかりとキャッチしていきたいっていう場合はやっぱりリアつけた方が有利ですね。狙う魚とかの状況によって、根がかりがねすごくひどいところだったらまずはやっぱり根がかり回避するっていうのが第一になってくるんで、そういった場合はもうねフロントのアシストのみでやってもらった方が効率がいいと思いますけれども、アシストだけではなかなかフォールの当たりが拾いにくいので、状況によってアシストとリアと組み合わせてみてください。ショアジギングっていうとね、どうしてもこうイメージ的に、青物っていうのがね頭に浮かぶと思いますけれども、
意外とねいろんな魚が釣れるのがショアジギングです。特にね今やってるようなこのライトな感じのショアジギングの場合だったら本当にターゲットを選ばずに青物から根魚で珍しいところで言うとそのマダイですけどね、マダイが意外と釣れるというのもねこうお見せできるといいんですけどもね。当たった。エソじゃないか。さあ正体が分かりませんけれども、ボトムでガツンと食いましたね。青物のような引きでもないしマダイのように叩かない。こうやってね何が釣れるかわからんっていうのもねショアジギの特にライトショアジギの楽しみなんですよね。なんでしょうかね。まあまあ引きますけどね。とんでもない大きさの餌やったら嫌ですけれども、それ以外なら大歓迎ですね。アコウとかやったら嬉しいですけどね。あとヒラメとかね。お、タイヤ。違う。タイヤね。ほらね、狙い通りマダイ。タイね、これ食うんよねやっぱりジグで。でダモはこれ必ず縮めていく。無理やりねこの横にずり上げるんではなくて一節ずつ縮めていってランディングしてください。おい、いいサイズのタイヤねこれ。ね、タイ言うてましたけれども、実際ねなかなかこのジグでタイを釣る場面ってね、そうそうはお見せできないと思うんですけれども、このようにゆっくりしたねジグをしっかりと見せてやるような感じの動き、青物とはまた違うジャーク方法なんですけれどもね、そういう動きだとタイとかね、あとヒラメなんかも結構高確率で狙えますね。でね、今も雨降ってるんでね、非常にローライトな状況なので、このグロー系のねゼブラグローイワシ、こういうカラーがねやっぱり曇天の時、ローライトの時は非常に有効です。青物もマダイもぜひショアジギングで狙ってみてください。ショアマダイジグゲーム、これはなかなか貴重な映像をお見せできたと思います。狙い通り歯というかもう牙みたいになってますけれどもね。でまたとこかかってるこのね口の柔らかい部分、こういったところにかかるとがっちりフッキングしますね。やっぱりリアつけてる方がいいですね。リアフックもやっぱりね状況に合わせて、根がかり多かったりねジグの動きを第一に考えるようであれば
リアフック外した方がね有効なんですけれども、やっぱりホールでの当たりとかね、青物以外狙う場合だったら是非ねリアフックとアシストと両方つけて狙ってみるといいと思います。何やあれ、サバ？何やろ、サバかな、何やろね、ちょっとわからんかったな。サバじゃない、アジでもない、何やろな。アイドみたいな。送った。おお。中層やね。中層で食ったよ。ボトムから立ち上げてきて中層でひったくっていくような感じで当たりましたね。さあ魚は何でしょうか。浮いてきた浮いてきた。なんだなんだ。おお、いきなり走り出した。サゴシっぽい。まだ残ってるか。一本なんか針が外れたな。サゴシかな。サワラサゴシ。よしよしよし。はい、ありがとうございます。中層でひったくっていったのはサゴシですね。はい、もうサワラって言ってもいいぐらいのサイズですけれどもね、サゴシはね上の方を回遊します。だからね今も当たったの中層でしたけれども、でボトムからねずっと立ち上げてきて中層でひったくっていったっていう感じですね。でもうサゴシ狙いでね表層を狙うのもいいですけれども、やっぱりいろんな棚回遊してるんで、ボトムからしっかりと中層まで立ち上げていくっていうのが長寿牛の基本ですね。でやっぱり今日のヒットから、ゼブラグロウイワシですね。おいおい、サゴシ。これ完全に消化してますけれどもイワシです。イワシベイトの時はやはりこのイワシですね。ゼブラグロウイワシ。このワンピッチでしゃくる時ね、この上に上げる動作と同時にリールを回す、この右手と左手のリズムが大事です。これがね非常に楽にしゃくる秘訣なんですけれども、だからもう僕右手はほぼ力入れてないです。この竿を支えてるだけで、その反発で左でリールを回してるんですけれども、それでジグを動かしてます。だからほらこの右手見ていただいたら分かりますけれども、ほぼ力入れてないです。だからもうこの中指1本でもできるぐらいで、これ握り込んでこうやってしゃくると、ジグはよく動きます。でも非常に疲れる。ほんでその疲れるんが嫌ならもう最初から釣りするなっていうようなね、なかなかスパルタンな人もいますけれども、僕は長時間ジグを投げ続けたいんで、やっぱり楽にしゃくるっていうのをずっと考えてます。こうもう力を入れずにリズムでしゃくる。それと意外とみんなできてないのがこのリアグリップですね。リアグリップがこうぶらつく、こ
これを挟み込んじゃうとやりにくい。挟み込むんじゃなくて、ここで安定させる。これがぶらつくとこのように、これがぶらつく人が多いね。ぶらつくというかぐらつくというかではなくて、ここで安定させる。ゆっくりしたリズムですけれども、安心してください。動いてますから、自分は動いてますから安心してください。このしゃくりができれば本当にもう全然丸1日でもやり続けれます。2つ、この右手と左手のワンピッチのリズム、そして脇の下でホールドするんじゃなくて支点を作る、それをぜひ実践してもらえると非常に楽にしゃくれますんで、お試しください。マダイとサゴシとね釣れてることやし、普通であればここはもう雨やし帰ろうやって言って見回り線で「船長もういいですわ」って「早上がりします」って言って帰るんですけどね、この業界で一人だけねしつこいやつおるんですよ。誰とは言いませんけどね、会社名だけ言うと名工通信社。もう帰ろうや言うてもね、いやまだこの後ハマチとか、いやもうタイとサゴシ釣れてるし、もう古さんもええって言ってくれてるしな。あ、これほら古さん、これすごいベイト映るんやろか、これ映ってる、すごいよこれ。よっしゃ、自分に帰って一発目やな。サゴシかな。中層でね結構浮いてる魚が出るんですけども、サゴシかなとは思うけど、何の魚かは上がってくるまで分かりません。何でしょうか。結構な手応え。僕の予想ではサゴシかなと思うけれども、中層やったしね。重い。重量感あるな。はいや。綺麗なタイ。はい、なかなかね2匹もショアジギでタイが釣れるって、これは本当におめでたい
いやーこれねたまにねイワシがこうフラフラとベイトでね回遊してるんですけども、やっぱりそのねイワシ系から強いですね。ゼブラグローからブルーイワシに変えてヒットしました。で中層やからね結構浮いてるタイですね。でも完全にベイトについてその回遊しているような感じの、回遊型のタイですね。まあすごく綺麗な色してますね。でイワシ食ってるような場合ね、やっぱりジグでタイもね結構反応しますんで、今やってるような感じのスローな感じの尺にですね、じっくりとこうジグを見せてやるような感じ。青物ももちろんそれで食ってきますけれどもね、タイはそんなに激しいジャークにはねさすがに追いつききれないんで、ちょっとスローめのねジャークで攻めてみてください。そしたらタイもガツンとヒットします。これは全くおめでたい。すごい量やねこのイワシ。上がった。よっしゃ食ったけどこれはそうかな。今のもね結構どうだろうか、5回6回7回ぐらいしゃくったところで当たってるけれども、割と追いかけてくるんですよね、そこにおる魚に。いっぱい泳いでいた。これはアジ。はい、多分すぐ外れる。おい、このサイズだったらもう青物と呼んでもいいですね。いいでしょう。さっき釣れたアジもねやっぱり激しいジグの動きにはね食ってきづらいです。やっぱりアジを釣るような場合でも比較的ゆっくりめのジャークですね。でサバなんかもそうです。サバもね泳ぐのは確かに速いスピードで泳ぎますけれども、釣れるのは結構やっぱりゆっくりなジャークですね。でボトム近く、ボトムのスロージャーク、これもねサバを狙うメソッドの一つとしてかなり有効な手段です。2発出た。モリアンちょっとそれブレード取って。食った。よっしゃー。今ね2発バンバンと出たんですけども、その魚ですねこれが。サワラ。銃をね表層で引いててゴーンと食いましたね。さあもう失敗は許されない。安心してください。
ご安心ください。ご安心ください。救いましたよ。ヘキサネットですから、すくいやすいヘキサネット、すくいやすいでしょ。ありがとうございます。いやー、いいサイズ。これもね、今水面をねバンバーンと出たんですけれども、その魚を表層をね早引きして釣れた。これはもうサゴシじゃないです、サワラですね。よし、イワシ、ベイトはやっぱりイワシですね。まだこれ口の中入ってるわ。でもう完全に浮いてる魚ですね。表層早引きですね。でベイトがね上ずってるような時はやっぱりねボトム取らずに、表層早引きで早引きさせるというかね、リトリーブだけでもこのジグパラはねよく動いてくれるんで、そのジャークじゃなくてリトリーブの釣り、これもぜひ試してみてください。重い。というわけで、ライトショアジギング目いっぱい楽しみました。でね、このメタルジグなんですけれども、今日もね表層でサゴシが釣れたりしましたし、マダイなんかはねボトムから中層ですね。あらゆるレンジを探れるのがこのメタルジグですね。で今回は特にね、マダイですね。でマダイもねイワシをねこう捕食している時はねジグに結構いい反応を示します。で今回のキーになったのが、そのイワシですね。やっぱりねイワシベイトの時はこのねイワシカラーですね。いろんなねイワシ系のカラーありますのでね、ぜひねジグパラでチェックしてもらえるといいんじゃないかなと思います。でショアジギングっていうとねなかなか体力勝負でしんどいっていうようなねイメージあると思いますけれども、こういうね本当に芝のいい平らなところ、もうショアジギっていうよりかね鳩からのジギング、鳩ジギっていう風にね言ってもいいぐらいだと思いますけれども、皆さんもねぜひね、お気軽にチャレンジしてみてくれるといいんじゃないかなと思います。もちろんね装備としてはね鳩とはいえ安全対策はしっかりしていただいて、お気軽にチャレンジしてみてください。ではライトショアジギングを僕はこれからも愛し続けます。